今回のテーマ、今申しましたように、命輝く未来社会のデザインということでございますが、じゃあ疑問といたしましては、その命はどこから来たのか、命を守る未来社会をどのように構築していけばいいのか、3つ目としては、その未来社会をいかにデザインしていくのか、この3つはやっぱり大きな問題点じゃないかというように思っております。生命が誕生したのが38億年前、その発生場所は海と言われております。なぜ海で、生命が発生したかといいますと、まず安定した温度と水環境があったということ、それから栄養塩類、リンであるとか鉄であるとか硫黄であるとか、このようなものが海の中に豊富であった。それからエネルギー源として熱、水、雷、紫外線等々のエネルギー源を水が蓄えることができたということでございます。この生物が海から陸上に上がるための条件は何であったかということであります。一つは重力に耐えるような内骨格系を持つ必要があったということであります。先ほどの甲殻類、これは外骨格であります。カニとか、エビとか周りが硬いですよね。ところが私ども人間もそうですけども、骨はどこにあるかというと体の中にあります。で、今のカニとかエビとかっていうのは体の外に骨があるということで、体の外に骨があるとこれは脱皮をすることによってしか成長することができません。ですからなかなか大きくなることができないということもありますし、重力に耐えるためには内骨格系を持つ必要があったということで、内骨格系を得なくてはいけないということがありました。それからもう一つは、今まで魚はエラ呼吸でした。エラ呼吸から肺呼吸に変化する必要があったということであります。エラ呼吸で水中の酸素を吸収するよりかは肺呼吸で、空中の酸素を捕獲する、このような必要があったということであります。これのちょうど境目にあるのが浮き袋と言われております。魚の浮き袋が肺に変わっていったということが言われております。もう一つ大事な点は浸透圧であります。浸透圧の変化、これが実は海から生物が陸上に上がるためには非常に難重したことであります。なぜかと言いますと、ナトリウムの量、ナトリウムという言い方とかソリウムという言い方をいたしますが、ナトリウムの量の調節機能が真逆になるということであります。海水では血圧は20から40でいいんですね。浮力がありますし、血圧は高くなくていいんですけども、二足歩行をするとすると心臓から頭に十分血液がいかなくてはいけないということになってまいります。とすると血圧を100、120に保つ必要があるということであります。これが大きく生物の上陸において必要な生理学と書かれておりますが、大きな変化である。血圧を保たなくてはいけない。ナトリウムを保持しなくてはいけない。レニアンジオテンシン系は上陸することによって上がるんですけども、ナトリウムリノーペプチドは下がる。実はナトリウムリノーペプチドというのは、このいろんなものに対して保護的に働いてるんですね。このレニアンジオテンシン系は悪者なんですけども、このナトリウムリノーペプチドはいいものなんです。ところが上陸することによってこのいいものが下がって悪者がのさばるような体の状態になっていると。それに加えて遺伝子が私どもものすごく発達しておりますから、ちょっと食べてもすぐに太ってしまうというような状態になっているということであります。このように順調に進化してきた人間なんですけども、陸上生活や危害の適応として獲得してきたシステムが現代の生活様式にマッチしない現実、肥満であるとかレニアンジオテンシン系による生活習慣病、がん、心臓病、老衰、このようなものに今直面しているということであります。ビッグデータから一定の法則を見出して、そこからその法則が現実の世界を説明できることを証明するという新しいパターンの科学、これデータサイエンスという言い方をしますが、ビッグデータから法則を見出すと、こういうようなことがしきりになされております。じゃあこれを医学医療に応用できないか。先ほど天気予報はまさしくそうです。天気図のビッグデータから法則を見出して、でそれが現実の世界を説明できるんですというのが天気予報でありますが、これが応用できないか。過去のビッグデータがあって、これを数学を使って解析して、このようなアルゴリズムを作って、このアルゴリズムに現在のデータを入れてやると、あなたは将来
こんな病気になります、この人は将来こんな病気になりますということを発信することができる。でこのようなことが分かれば、私5年後に肺がんになるんだったら毎年毎年肺の検診を受けないといけないよねということになります。このように前もってもう予防のもう最先端を提供することができるということであります。もう統計学上やはり長寿にするためには血圧をコントロールしていく必要があるという大変興味深いお話がありましたけれどもですね、我々はさらなる長寿に向けてどういう生活習慣病と戦っていくのか、病気と戦っていくのか、もしくは向き合っていくのかというところの重要性をちょっと私は感じました。北風先生の後半部分ですね、プレシジョンメディスンを目指していくっていう、我々製薬企業ですので、薬を安定的に供給していく、薬で病気を治していくっていう世界と、これが平均的な医療かどうかっていうのはあるかもしれませんけども、ここにあったプレシジョンメディスンというものを薬を提供するとともに、そこにも展示させていただいておるんですけども、PHR というパーソナルヘルスレコード、こういうものをしっかりと管理し、医療従事者と共有することによって、病気にならないようにしていこう、もしくは病気になっても重症化しないようにしていこう、それによって日本人の平均健康寿命ですね、健康寿命を伸ばしていく、そういうものを目指していきたい。北風先生が言われていたプレシジョンメディスンを目指す、そこに貢献できる企業になっていかないといけないのかなというふうなことを思っているのと、実際ですね、北風先生の AI 疾病の予測と弊社のアプリが実は連携をしていて、アプリから、AI を使って5年後10年後の生活習慣病、循環器病、がんの発症リスクを、ある程度数値で出させていただいて、少し数値が高くて、自覚症状もあるようであれば早めに医療従事者の先生に見ていただいて、早期発見早期治療につなげていこう、まさにプレシジョンメディスンを目指していく、そういう取り組みに今後も北風先生と一緒に、進めさせていただけたらなというふうに思っています。血圧を家庭で測るとか、例えば体組成計、家で体重を測る、体脂肪を測るって当たり前の時代ですよね。でまた私もつけてますけども、ウェアラブルをつけていく、そういった日常的な健康管理っていうのが非常に進んできたなと思うんですよ。でこれらのデータっていうのを、これからAI の解析ができる時代になりつつあるのかなと思ってまして、こういうビッグデータが集まってくるとさらなる知見というのが生まれてくると思います。そうなってくると、じゃあ予防するためにはどうしたらいいのか、じゃあこういう方が例えば血圧は高いけれども長生きするためにはどうしたらいいのかっていうオーダーメイド的な医療というのがどんどん進んでくるのではないかなと思っています。それがまさにですね、今回私たちこちら右側に、私からしたら皆様からしたら左側ですねございます健康タイムマシンでございます。こちら6月にですねヘルスケアパビリオンで展示してましたけれども、ここ体験できました。その時はね多くの方々に体験いただいて、5年以内10年以内の病気の発症予測を実際に体験いただきました。で、皆さん意外とですね、私こんなリスクがあったんだということを驚かれる方が多くいらっしゃいましてですね、そういう自分のどこにリスクがあるのかっていうところが今見える化されつつある時代に今なってきたのかなと思ってますね。うちはですね、環境というねビジネス、衛生環境健康とやろうと3つやってまして、で健康ビジネス、実はここが、今日のメインで、羅漢果のこの実の中にですね砂糖の300倍甘いという成分が、含まれているというのが分かったので、これでですね糖カットというのを0.5% と L スリトール、これブドウ糖の発酵液です、作ったものを、調整して砂糖と同じ甘さの天然の甘味料を作りましたと。早く血管の状態を調べようというので、これを調べると、僕って糖尿病の傾向あるんやと、ほな早よらかんと食べないかんわなというので、ここはですねよくとその方針に駆られてですねこの授業に入っていって、これは先ほど言った血管が硬くなるというね傾向を調べます。でこれはですね去年
これをやっと研究の成果をですね、増田さんというね、これずっとね研究してた人と、にも投資をさせていただいて、そこで簡単に血管の硬さとか柔らかさをこれで調べます。私どもとしては健康は予防からまず入ってます。だから手洗いもある部分でいうと衛生ではあるけれども予防なんですね。ですので予防というものをもうちょっとそのビジネス化をして体系化してやっていこうというのをこれから世界で売っていく。今世界35カ国9工場を運用してますけれども、もっといけ言うてるけどね、大丈夫ですかって経理には言われてるんですけど、こういう形で衛生環境健康というねミッションに対して我々社員一同ですね頑張っておるというのが今日の私の講演の結論でございます。 PHR、 これはパーソナルヘルスレコードといいまして、皆様の、血圧だったり運動量だったり毎日の歩いてる歩数だったり、あるいは血糖値だったりいろんなデータをですね取り扱って健康寿命を伸ばしていこうじゃないかと、そういう取り組みでございます。でそれのアプリをですね我々開発をしていると。で人生100年時代になっていると言います。私は今もう70前なんです。68、来年には69になるんですけど、65歳超えるといろんな病気になっていくというところで、少しでも健康な時間を延ばそうというところの取り組みの一つでございます。この PH アプリの事業のところで我々が開発している、ソフトが SARD という治療アプリでございます。ということで疾病の予防、さらには医療臨床現場での治療をサポートして患者さんの健康状態、そういうのをデータを個人だけじゃなくて医療関係者とデータを共有することでより良い治療を提供するというところにも幸いは貢献しようじゃないのという取り組みでございます。ジェネリック医薬品でさらに増産を重ねて医療費削減に貢献するとともに、こういう周辺のところで皆さんの健康維持にも貢献していってなくてはならない存在になる、そういう企業理念がございまして、そういう存在にさらになっていきたいなという思いで日々頑張っているところでございます。医療について考えていきたいなと思いますけれども、医療もだいぶ進化してきてます。昔って血圧計って病院でしか測れなかったんですよね。左側にありますけれども、水銀式ってその中に水銀が入ってビューってメーターが上がっていくわけですね。ちょっと測り方はちょっと差し置いて、またそこからメーター式にこう変わっていって、で今では左から3番目ご家庭で血圧が測れる時代になってきたと。であとまたさらに進んでいくと今ウェアラブルで血圧が測れる時代になってきてます。でそれ以外にも考えてみますと、例えば心電図の測定っていうのも病院でしか測れなかったものが今ご家庭で測れるようになっていってたり、でまた睡眠、これも見える化されてます。こういうウェアラブルつけていくと睡眠時間があなた何時間でした、浅い睡眠深い睡眠が何時間何分でしたって詳細に今出ます。でまたそれ以外にも血糖の測定っていうのも病院でしか測れなかったんですけども、今はこちらにペタって貼って24時間測れるような仕組みっていうところもございます。未来の医療について考えていきたいと思います。でこれからじゃあ未来の医療ってどうなっていくんだろうって考えた時に、まず一つ目、病院に行かなくても体調不良が分かる時代になるんじゃないかなと思っておりますし、我々もそういうふうにチャレンジをしていきたいなと思っております。でまず2つ目、そして病気を早めに発見できると、そういう時代になってくるのかなとも思います。そうなってきますとですね、病気というのは治す時代から予防する時代にさらに移行していくと思います。皆さん身近なことでいうと実はもう数十年前から始まってまして、予防というのは皆さん必ずワクチン予防接種受けてますよね。これも全部予防なんですよ。医療は今後治す時代から予測して防ぐ時代になってくるのではないかなとも思ってますし、我々もそういったところにチャレンジしていきたいなと思ってます。なので未来をテクノロジーで
解決して支えていけるような世づくりにしていきたいと思ってますし、また未来の健康はみんなで、ぜひちょっと作っていきたいなと思っております。我々平均寿命、男性女性ともに青色のラインが平均寿命というのを表していて、下の赤のラインが健康寿命というのを表しています。で見ていただいたら分かるように、男性も女性もこの間に10歳ぐらいの差ができています。で平均寿命というのがずっと言われてきたんですけども、今後はこの赤のラインの健康寿命をいかに平均寿命に近づけていくかというような、ずっと健康で人生を送っていける、そういうことに我々製薬企業としても貢献していかないといけないんではないか。もちろん薬というものを安定的にお届けするということは間違いなく重要なことではあるんですけども、それよりも一つ手前、未病予防というところから、病気にならないとかですね、病気になっても重症化しないっていうようなところに、製薬企業として貢献していかないといけないんじゃないか。結果として平均寿命も上がり、左側にあります医療費っていうのの抑制にもつながっていくというような、そういう取り組みをしていきたいなと思っております。PHR って何？パーソナルヘルスレコード。簡単に言うと、毎日の皆さんの日々の血圧、体重、食事の内容、塩分どれだけ取ってるかなとか、そういう日々の自分の状態を把握していくことが PHR、パーソナルヘルスレコードと言われるものになってまして、でお子さん向けにですね、こういう PHR 普及推進協議会っていうところが、PHR を分かりやすく説明したような漫画も出されていますので、お子さんにはこういう漫画を読んでもらえると、もちろん大人の方の理解にも役立つとは思うんですけども、こういうパーソナルヘルスレコードっていうのがどういうふうに大事になっていくかっていうのが説明されていますので、こういう漫画も見ていただけたらなと思います。でそういう PHR っていうデータを使うと、将来ちょっと字が小さくて見えないと思うんですけども、こちらのブースの方でもカードもこういうカードも含めてですね、持って帰っていただけるようになっていますので、例えばこういう PHR といろんな機械というかものが連携するとですね、例えば洗面台と PHR が連携すると、先ほどの動画にもありましたけども、未来の洗面所ではスマートミラーが一般化されています。朝鏡の前に立つと、その日の血圧、体温、心拍数といった体のコンディションが瞬時に表示され、それに基づいたパーソナルなアドバイスが提供されます。こういう世界も出てくるでしょうし、パペットコンシェルジュ、あなたの今日の体調に合った食事っていうのがどういうものかっていうのを、レストランに行くとアドバイスしてくれる、こういう世界がそれほど遠くない、時間軸で実現されてくるのではないかなと。でこういう PHR、こういうウェアラブルだったりスマホでも取れたり、通常の血圧計でもいいんですけども、今はこういう PHR、バイタルをしっかりと自分で測って、毎日測る必要はないと思います。週に何回か測って記録を取るというところから、将来は自然と生活をしていればバイタルが取れてくるというような、そういう世界が、心電図のデータも家を歩いていると心電図のデータが取れてくる、それをかかりつけの先生と共有できる、何かあればすぐに先生から指示が来るよというような、そんな見守りができるような世の中になってくるんではないかなと思っています。日本は戦後80年、広島も惨禍があってから80年になりました。でタイトルにありますように、原爆投下から80年、今一体何が起こっているのかっていう前半の部分でですね、広島での被爆者の方のお話をしたいと思います。その後ですね、今後の未来について、特にこのオーシャンドームっていうのがありますので、放射線の関連のこの海洋の新しい科学っていうことも最後に少しお話をしたいと思います。原爆被爆者に見られる悪性腫瘍がんの発生の時期っていうのが分かってきたわけです。白血病を見ていくと、1945年8月6日に原爆が落ちました。
ですぐに白血病になる方もいらっしゃるんですけれども、白血病が顕著に増え始めたのは5年7年経った頃から増え始めて、ずっと続いているわけです。その後甲状腺っていうのは10年ぐらい経つと甲状腺がんが増え始めます。さらにそこから15年ぐらい経つと乳がんとか肺がんとかが増えてくるし、さらにそこから30年近く経ってくると胃がんとかが増えてくるっていうのが分かってきたわけです。明らかにこれは放射線ががんを引き起こしているわけであります。後で原爆の放射線っていうのはこれはもう強烈な量が出たわけですけれども、白血病や小頭症の発生頻度を増やしました。で白血病のこの原爆の放射線によるピークっていうのはだいたい被爆2年から8年でピークになって、がんはですねその後まだですね上昇が続いているものもあるし、ずっと影響が残っています。だから核兵器を使用してはいけないっていうのはもうこれはですね悲劇以外何者もないということがあるかと思います。残念ながら低線量はほぼ私は大丈夫だと思っています。大半の人は。でダメな人がいらっしゃって、それは何かっていうとですね、その DNA を修復するための酵素が欠損してたり、活性が悪い人っていうのが10万人に100とか100万人に1人いらっしゃるんです。そういう人は低線量でも難しいかもしれない。そうでなければ大半の人っていうのは国が言っている20ミリシーベルト以下だったらほとんど問題がないと考えていいんだろうと思っています。